ラーメン食べたい。どうも、ロボチューバーのアンペロボルタです。今回は VTuber 関連の工作会です。VTuber 関連だと前回は、この頭の面白パリキサングラスを作りました。よろしければこちらの動画もご覧ください。で、今回は別の型のアクセサリーを作ります。面白パリキサングラスと同じく、初めて見た時にすごく再現したくなったんですよね。ということで今回は、このシシロンのゴーグルを作ります。このゴーグル、表情が出るのがすごくいい。見た目も LED っぽいので、今回も LED アレイで再現していきたいと思います。ということで工作開始。まずは LED アレイを考えます。配信を参考にどんな表情があるかを確認して、それらを再現するのに必要な LED の数を見積もると、片目で129個でした。今回もこのチップ LED を使うんですが、これだけの数だとさすがに骨が折れるのと、今回もラズベリーパイを使いたいので品質的に厳しいかなと。ということで、いい感じに表情を再現しつつ両列を少なくしました。これで片目52個まで減りました。これなら片目を8列9行で表現できます。電源を共通化してしまえば26本の配線で済むので、ちょうどラズベリーパイの入出力ポートを全部使えば駆動できます。で、この LED アレイを作るんですが、前回と同じようにユニバーサル基板で作るのは結構大変なので、今回は PCB を設計、発注してみることにしました。PCB の形状ですが、ゴーグルには曲率があるので、今回は短冊状にして曲面に1列ずつ沿わせることにしました。ちなみに、曲面に沿わせるなら曲げられる PC の方がいいんじゃないかと思ったんですが、お値段的に、ね。ということで PCB を設計しました。こんな感じで短冊状の PCB にチップ LED と保護抵抗を8列9行に配置できるようにしています。発注して出来上がったものがこちら。PCB は初めて発注したんですが、便利ですね。今後も依頼させてもらおう。PCB 制作はこんな感じで、次にゴーグル部分の設計。まずはさっきの PCB を搭載する部分を設計します。PCB をはめ込めるように溝をつけて、一つ一つの LED の光が漏れないように LED が囲われるようにしました。で、これをいい感じの曲率になるように傾けて配置。最終的にこんな感じになりました。次にこのパーツを取り付けられるようにゴーグルのフレームを設計します。平面を変形させたり、角を取ったり、曲げたり、立体にしたりして、設計完了。これを、プリント、パーツをプリント。出力したフレームがこちら。今回のフレーム部分をヤスリがけして滑らかにしていきます。粗い目から、だんだん細かいものに変えていって、ヤスリがけが完了。ただ、今回のフレームは黒いので、ヤスリがけをするとこんな感じで白っぽくなっちゃうんですよね。なのでそれをきれいにするために、まんべんなく加熱できるヒーティングガンを使います。ヘアドライヤーの超強力版ですね。これで加熱すると、表面が少し溶けて滑らかになります。で、こんな感じにきれいにはなったんですが、熱でちょっと変形しちゃって、パーツを組み合わせられませんでした。なので別の方法をいろいろ試してみると、うっすら UV レジンを塗って、拭き取ってから UV 照射して硬化すると、いい感じの黒に戻ることが分かりました。この方法だと色はいいんですが、ちょっとベタつくんですよね。まあ OK とします。次に回路部分。まず PCB の切り離す部分に切れ込みを入れておきます。で、チップ LED と保護抵抗、配線をハンダ付けして、両目の LED アレイ部分を作ります。ここまで作ったら、最初に切り込みを入れた部分で折って短冊を独立させます。これをプリントした LED 用のパーツにはめ込んで、曲率を持った LED アレイの完成。あとはフレームの耳の部分も光っているので、1チップですが LED を配置します。基板は見た目のため黒く塗っておきます。で、この LED を覆うため、透明なプラスチック板を切って、LED 側の面をヤスリがけ。これを耳に接着剤で取り付けます。あとはレンズを作るんですが、実際のゴーグルの角点は四角く光っています。今回作るゴーグルも四角く光らせたいんですが、黒い半透明なプラスチック板1枚だと透明度が高いので点で光っているように見えます。
なので同じ大きさに切った透明なプラスチック板を用意して、その片面をヤスリがけして曇らせて、それをレンズの内側に配置することにしました。これである程度光がぼやけて四角く光ってるように見えます。レンズのプラスチック板と光を分散するための板をフレームにはめ込んで、さっきの LED アレイを取り付けて、右の LED の配線を接続、配線を釣り糸でまとめて、LED アレイの配線をラズベリーパイックに接続。LED を制御するプログラムを書いたら、シシロンのゴーグルの完成。どうでしょう結構いい感じにできたんじゃないかなと。ただ右のところがちょっと暗かったかな。でも表情は一応全種類組み込めているはずです。一つ一つ見ていくと、通常、怒り、所望、喜び、ハテナ、びっくり、ラブ、お金、楽しい、SSRBって感じです。ちなみに冒頭でお話しした通り、今回はラズベリーパイックの全入出力ピンを表情の LED 制御に使っています。ただ、この SSRB の火花もバチバチさせたかったので、非安定マルチバイブレータ回路を作って、直流から2つのパルス信号を出力。黄色とオレンジの LED を交互に光らせることにしました。LED 部分は UV レジンをつけたんですが、ここの形をもう少し工夫すればもっと火花っぽく見えたかも。そのうち UV レジンの工作も勉強してみようかな。ということで、今回の動画は以上。おまけパートもあるよ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ではでは。